この動画は心房細動へのアブレーション治療について解説します。この治療を受けることで、動悸、息切れ、胸の圧迫感、疲れやすさなどの症状が改善され、脳梗塞や心不全、認知症などのリスクを下げることができると考えられています。心房細動に対するカテーテルアブレーションでは、右足の付け根や右肩の付け根の静脈からカテーテルという細い管を入れます。不整脈が起こる元になっている場所、肺静脈にこのカテーテルを持っていき、温度の変化を起こしたり、強い電場をかけたりして、異常な電気信号が不整脈を起こさないようにします。状況により肺静脈以外の場所にも治療を追加します。当院のアブレーションは全身麻酔で行うことができるため、患者さんは完全に眠った状態で痛みや不安を感じずに治療が受けられます。治療の流れです。まずはアブレーション治療を行う前に心エコー検査や心臓 CT などを行います。麻酔科の診察がある場合もあります。現在アブレーション治療は2泊程度の入院となっています。治療前日に入院し、採血や心電図検査を受けます。当日、アブレーション治療後は数時間ベッドの上で安静が必要です。安静時間が終わるとスタッフの診察があり、起き上がることができるようになります。治療翌日、足の付け根の状態、血液検査、レントゲン、心電図に問題がなければ退院が可能となります。退院後、数週間から1ヶ月程度で外来の診察があります。退院後も血液サラサラの薬を飲み忘れないようにしましょう。どのような検査や治療にも合併症のリスクはゼロではありません。可能性は低いですが、カテーテルが入る足の血管からの出血、心臓からの出血、心臓周囲の組織、臓器への影響、血栓塞栓症、治療中に使う薬剤、造影剤、電場などの人体への影響などが起こり得ます。場合によっては処置や手術が必要になることもあります。治療に伴うリスクはゼロではないですが、心房細動を放置しておくことで起こる心不全、脳梗塞、弁膜症、認知症などのリスクの方が一般的にはとても高いです。アブレーション治療を受けることで症状が良くなるだけでなく、将来的にこれらの病気にかかる可能性を下げることができます。医師と相談し、適切な治療を納得して受けられるようにしましょう。